この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。32歳、ヨネさんからの質問です。はじめまして、動画をいつも拝見しております。私は小さい頃から絵を描いていて、将来はイラストレーターになりたいと思っていました。残念ながら、現在はしがない派遣社員で、絵の仕事とは無縁の職についていますが、趣味で二次創作絵を描いています。しかし、ここ 4,5 年はほとんど画力が上がっておらず、悩んでおります。ずっと独学で誰に習うこともなく描いてきた上に、もう年齢も年齢なので、新しいことを吸収できなくなっているのかもしれませんが、自分で一番思うのは、自分で自分の描いた絵を一向に好きになれないという致命的な点があると思っています。SNS で投稿しても、カラーイラストで70から80いいねあればいい方なので、他人が見ても魅力がいまいちなものしか仕上げられていないんだろうと思います。一応自分ではおかしいところを何時間もかけて直してはいるのですが、かかった時間にしてはこれだけしか評価されないのかと落胆することが多く、どんどん描くことが辛くなってきています。下手でも自分が描いていて楽しいという気持ちを持ちたいです。もしくは自分で自分の絵を好きになる程度に上手くなりたいです。ものすごく大雑把な悩みで申し訳ありません。どうしたらいいかアドバイスをお願いします。とのことです。ヨネさん、ご質問ありがとうございます。ですね、実は自分の絵が好き、自分の絵が好きになれない。この2つの気持ちは相反するように見えて、実はみんなが同時に持っているような感覚だと思うので、この質問を聞いて多くの方がヨネさんのお悩みに共感できる部分があるんじゃないかと思います。最近成長も感じられず、他人からの評価もされない。それはもしかしたら年齢のせいかもしれないけど、でもなんとかその停滞から脱出して楽しい気分になりたい。この気持ちはね、もう痛いほどわかります。そんなヨネさんに僕が提案できる解決策はこれです。絵柄を変えよう。いや、なんかすごいことさらっと言いましたよね。絵柄を変える？それって今の私の絵柄がまるでダメってことですか？魅力が全くないから今の絵柄やめちまえってことですか？ひどすぎるってね、もしかしたら驚いてしまったかもしれませんが、落ち着いてください。そういう意味ではありません。僕がですね、ヨネさんが絵柄を変えた方がいいと思う理由が3つあります。それは楽しさを忘れてしまっているから、成長を感じられるから、自分を拡張できるからです。順番にお伝えしていきますね。楽しさを忘れてしまっているから。まずですね、僕がヨネさんの質問を読んで、一番に解決しなきゃいけないと思った課題は何かというと、楽しさを取り戻すことだと思いました。いや、だって当然ですよ。皆さん思い出してほしいんですけど、絵をいやいや描き始めた人って一人もいないと思うんですよ。初めは誰でも、お絵描きするのって楽しいな。そう、心から感じて、もっともっと絵が描きたい。そんな風に絵の世界に没頭していったと思うんですね。これは絵だけじゃないかもしれません。すべての創作活動においての原動力は楽しいという気持ちです。楽しいを忘れてしまったら創作活動は続けていけない。僕はそう思うんですね。もっと言うと続けていけないというか、続ける意味がないと思うんです。だって創作活動って自分の中にある楽しさをみんなに分けてあげるような行為だから、その分けてあげる源の楽しいという気持ちが創作者になくて、その代わりにね、苦しいって、そんな思いで描かれた作品、その気持ちをですね、ほら、あげるよ。この苦しいって気持ち、あげるよ。ほら、いらなくないですか？見ているこっちが辛くなってしまいますよね。ヨネさんは今、もしかしたらその状態になっているかもしれません。なぜそのように思うのかというと、ヨネさんの質問の端々から無力感とか苦しさを感じたからです。しがない会社員、年齢も年齢で新しいことが吸収できない、自分の絵を好きになれない、悩み、落胆、辛い、そういったマイナスの気持ちが当たり前になってしまっているように、この文章からは聞こえてしまったんですね。とても辛い状況だと思います。そんなヨネさんに僕から提案できる楽しさを取り戻すための方法、それが絵柄をガラッと変えてみるということなんです。ですね、これはあまりそこまではっきりと当時は言語化して行動していたわけではないんですけど、僕は25歳で会社員を辞めてフリーランスに転身しました。もちろんね、ある程度貯金はあったので、最悪仕事がなくても1年ぐらいはなんとか暮らしていけるだろうなっていう状況にはあったんですが、でも収入はガクッと半分
分ぐらいまで減ってしまった。そんな状況でした。この状況で皆さんだったらまず何をしますか？おそらくですね、もしイラストレーターとして成功したいなら、まずやらなきゃいけないことは、この人と言ったらこの絵って一瞬でわかるような絵柄の確率。つまり、一個のことをとことん突き詰めて、何が何でも仕事を得ることだと思うんですよ。僕もね、それは頭では分かっていました。その当時、Twitter とかピクシブはもうすでにありましたし、なんならピクシブは今よりももっと盛り上がっていて、ピクシブでランキングを取ることが即仕事につながるようなそんな状況でしたから、そこで活躍することがイラストレーターとしての成功につながることは火を見るよりも明らかだったんですが、僕はそんな表舞台に全力で背中を向けてですね、ヒャッホー好き勝手落書きしまくってやるぜ。もうね、やるべきこととは真逆なことをしていました。ただひたすら気が赴くままに絵柄の確率とか一切考えることなくですね、その都度その都度好き勝手に絵柄をコロコロ変えまくって落書きしまくっていたんですね。しかも Twitter やピクシブに一切投稿もせずにです。何のためかって決まっています。それが楽しいからです。だって一個のことを突き詰めるってまあまあ苦しいじゃないですか。でもその逆、突き詰めることをせずにいろいろな絵柄を試してみるのって全然苦しさとは無縁なんですよ。ただただ楽しいだけ。はい、わかります。ちょっと呆れちゃいますよね。自分でもそう思います。でもじゃあなんでそんな行動を取ったのか。僕はですね、その当時おそらくヨネさんと同じような無力感を感じていました。絵を描いても思ったように評価されない。会社員生活で日々忙しくて絵を描く時間もないし、成長しているかどうかもわからない。抱えていた課題や問題も山積みだったと思います。でも僕がこの時自分に感じていた一番の問題点、それはエネルギー切れということでした。もうね、自分の中に楽しいという気持ちがまるでないということが一番の問題だとなんとなく自覚していたんですね。だからこそフリーランス1年目は仕事や絵柄の確率というところに目を向けず、ただひたすら落書き、それも色々な絵柄に挑戦してその変化を楽しんでいたわけなんです。もちろん結果として人気を意識するようなことは全然ありませんでしたし、その都度その都度絵柄を変えるので誰かから評価されるということはあまりありませんでした。今ね、アニメ会社の社長をしている友人の愛くんからも当時こんな風に言われたほどです。直樹くんってさ、なんでそんなに永遠と受けない絵を描いてんのって。まあその時はね、ちょっとムッとした僕ですけど、まあでも自分で今思い返してみても同じように思うところはあります。それにあまり仕事ができていないわけですから、貯金だってどんどん減ってきてましたしね。でもね、その一方で僕がそのフリーランス1年目、ただひたすら落書きばかりを繰り返して貯められたものが一つだけあります。それは楽しさ貯金です。人の評価にあえて向き合わず、こうすべきという方法論からあえて目をそらす期間を作ることで、ただただ純粋にお絵描きって楽しい、そういう気持ちを貯められたと思うんですね。そしてその楽しさ貯金があったからこそ今も絵を描いたり、こうやって絵についての情報発信ができているような気がするんです。ヨネさんは今ちょっとこの楽しさ貯金が枯渇しているように感じます。まあ多分ね、ヨネさんはプロのイラストレーターを目指していたということですから、プロになるにはこうすべきという作法をある程度理解していると思うんですよ。でもだからこそ絵を描くという行為に対して苦しさしか感じられず、楽しさ貯金が底をついてしまったような状態なんじゃないかと思うんですね。なのでまずは一旦イラストレーターとしてこうすべき、一つの絵柄を突き詰めようという成功法からあえて外れて、いろいろな絵柄を試して落書きしてみて、その中でたくさん楽しさ貯金をする。まずはそんな期間を設けてみてはいかがでしょうか。成長を感じられるから。ヨネさんが絵柄を変えた方がいいと思う理由の2つ目は、絵柄を変えると成長を感じられるからです。これはですね、結構簡単な話なんですが、物事を突き詰めていくと、上に登れば登るほど成長って遅くなっていきますよね。例えば僕は中学生の時水泳をやっていたんですが、100メートルの自由形、思いっきり全力で泳いで59秒ぐらいだったと思うんですけど、そこから記録を縮めて58秒にするのって、もう
う必死で練習して数ヶ月かかって、やっと1秒縮められるかどうかなんですよ。いや、ぶっちゃけ楽しくないですよね。数ヶ月努力ってたった1秒縮められるかどうかなんですから。でも、そこで種目を変えて背泳ぎの練習をするとですね、こっちはね、そんなに得意じゃないですから、最初は記録が伸びなくて 100m だいたい1分半とか余裕でかかっちゃうわけなんですけど、でもね、やればやるだけ速くなるわけです。もうなんなら2、3日練習しただけで5秒縮まっちゃうぐらい、そのぐらい成長を実感できるわけなんです。やればやるだけ成長を実感できるわけですから、そりゃあね、楽しいですよ。これってですね、絵でも同じだと思うんですね。ずーっとね、同じことをやっていると、より高いレベルでプレイできるようにはなってきますが、代わりに自分の成長はいまいち感じられなくなってしまう。でも、初めてやることって、それに比べて成長を感じやすいと思うんですね。これが新しい絵柄に挑戦してみる一番の価値だと思います。こういうことを言うと、もしかしたらプライドが高い人はですね、いや、今更できないところ見せるの恥ずかしいよって思うかもしれませんが、ね、考えてみてくださいよ。あなたにとってその絵柄は初めてなんですから、やることなすこと全部できなくて当たり前じゃないですか。だって初めてなんですから。そんな風に開き直ることができさえすれば、その先はもうひたすらボーナスタイムみたいなものです。やることすべてが新しい学び。やることすべてが成長につながる。まずは初心者の状態に戻って、たくさん成長を楽しむのが、ヨネさんにとってはいいと思うんです。あ、でもここで一つ注意があります。あまり最初からハードルを高く設定しないこと。新しい絵柄へのチャレンジ。そう意気込みすぎるあまり、最初から対策を書こうとしてしまう人がいます。さっきの水泳の例で言うなら、そうですね。よし、じゃあ種目を変えて 400m 個人メドレーに挑むぞとかね、より高いハードルを自分に課してしまって、泳いでいる途中で、やっぱりダメだった。俺には才能がないなんて凹んでしまうパターン。いや、待って、おかしいでしょ？それではせっかく成長を感じるために絵柄を変えたのに、本末転倒です。まずは対策に挑むのではなく、簡単な絵をたくさん描いてみるということ。それが大事です。そうすることで、あ、次はこれやってみよう。お、これはうまくいった。でも、ここはできなかったな。じゃあ次はここをどうにかしてみよう。こんな風に細かい成長をいっぱい積み重ねることができますし、それがひいては成長の楽しさにつながっていきます。そしてここでもう一つ意識してほしいのが、人の評価を一旦忘れちゃうことです。人の評価って結構大事なんじゃないの？それ無視していいの？って思うかもしれませんが、いえいえ、人の評価なんかより、いやもっと言うと、絵を上達させることなんかより楽しいと感じられることはもう何倍も重要。1億5000万倍重要です。SNS に投稿してもあまりいいねがもらえないとおっしゃっていますが、楽しさって何も人からのいいねの数だけじゃありません。だって考えてみてほしいんですが、SNS が出てきたのってもうここ10年ぐらいの出来事ですよ。それ以前に絵を描いていた人たちが絵を楽しんでいなかったかっていうと、そんなことはないはずですよね。ヨネさんは今は SNS で評価を集めることを気にすることなく、自分に起きた変化や成長を純粋に思いっきり楽しんでみる。そのためにも一旦大きく絵柄を変えてみることをお勧めします。自分を拡張できるから。さあ、絵柄を変えることで楽しさ貯金をして、そしてさらに成長を感じることが大事。そういうことをお伝えしてきましたが、ここでヨネさんはこう思うかもしれません。言いたいことは分かったけどさ、でもそんなにあっちこっち別の絵柄を転々としていったら、自分の絵柄が分からなくなっちゃうんじゃないかな。なんだか自分が自分じゃなくなっちゃうみたいで怖い。その恐怖感、分かります。いろいろな絵柄にチャレンジして、いろいろな絵柄を吸収することは楽しいかもしれないけど、摂取したものの個性に自分の個性がかき消されてしまって、あれ？私の絵ってどんな絵なんだっけ？ってね、自分を見失ってしまうんじゃないか。そんな風に感じてしまうかもしれませんが、これはですね、全然大丈夫です。なぜなら、あなたの個性が消えるなんていうことはないからです。いや、むしろ、あなたの個性、拡張されちゃいます。どういうことなのかというと、こういうことです。これは、今のヨネさんです。ヨネさんは一生懸命もがいていて、この円、つまり画力をですね、高めようとしているわけです。でも、この円は、ある程度大きくなってしまったので、これ以上大きくしようにもなかなか大きくなりません。1年とか2年努力して、ほんのちょっと、このぐらい大きくなるだけ。そこでヨネさん、もうここで頑張るの疲れたわ。もうちょっと楽しいことしたい。今度はこっち行くわ。って言って、ここで新しいこと始めますよね。そしてここでまた少しずつ新しい円を育て始めます。そうするとどう
どうなるのか。ここでもね、ある程度円が大きくなってきて、ここでもまた伸び悩んじゃうかななんて思っている瞬間、ぽよん、ほら、この円とこの円がくっついて大きな円になっちゃいました。そうなんです。絵柄を一つに絞らず、他の絵柄にチャレンジしてみても、その二つ目の絵柄が育ってくると、どこかでぽよん、合体して、今までよりもさらに大きな円、つまり、より大きなあなたという円に拡張してしまうんです。しかもこれ、勘がいい人だったらもうすでに分かったと思うんですが、これはですね、2つで終わりじゃありません。3つ、あるいは4つ、こんな風に別の絵柄を育てていくことで、この円もくっついて、より大きなあなたという塊に統合されちゃうわけなんです。まさにね、自分を拡張できちゃうっていうことなんですよ。どうです？今の絵柄の範囲内だけでパワーアップしようとしても、長い間努力してもなかなか大きくできなかった最初の円でしたが、このイメージの成長だったらなんだかできるような感じがしませんか？実際僕もですね、こういった成長の仕方たくさんしてきました。なんかちょっと綺麗な絵柄を描くのに飽きてきちゃったなあ、そうだ、すっごい筆のタッチが乗ったような迫力のあるタッチに変えてみちゃおうかな。そんな実験をしてそういう絵柄を模索していたら、その1年後ぐらいに依頼された仕事でたまたまそういうタッチが合いそうと思い立ち、実際に使ってみたら大ハマり。新しい絵柄の誕生です。そしてクライアントにも非常に喜んでもらえた。そんなこともありました。まさに僕がそうやって新しい絵柄に移っては合体、新しい絵柄に移っては合体を繰り返しながら自分の円を拡張してきたわけなんです。そして何よりも良かったなって思うのがですね、今はヨネさんは自分の絵柄を好きになれないとおっしゃっていますが、実は僕もですね、ずっと長い間自分の絵柄について手放しで好きにはなれませんでした。だけどこうやって自分の円を成長させてきて、そしてまた違った視点から最初の絵柄を見つめ直した時、昔はこの絵柄なかなか好きにはなれなかったけど、でもこういう絵柄も今の自分を形作る大事な要素の一つなんだなって思えるようになり、昔あれほど好きになれなかった自分の絵柄も今ではなんだか愛おしいもののように感じることができるようになったんです。今はもしかしたらヨネさんは自分の絵をなかなか好きにはなれず苦しい思いをしているかもしれません。でも違う絵柄にチャレンジし、楽しさ貯金を貯め、たくさん成長を実感し、そしてその絵柄それぞれで成長させた自分の円、そしてその円をぽよん合体させてより大きな自分に拡張できた時、これも自分の一部だな。そんな風に自分の絵柄をきっと愛せるはずです。ここまで真摯に自分の絵に向き合えてきたヨネさんですから、きっとできるはずです。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回は絵の成長がなかなか感じられず、自分の絵が好きになれないというお悩みにお答えしてきたんですが、これはですね、本当に絵が成長できずに伸び悩んでいる人向けの内容です。でも一方で、本当は成長できているのに、その成長に自分で気づけていない場合も多くて、その自分の成長に自分で気づける方法というのも意外に大事だと思うんですね。そのためにはこちらの動画、成長法うまく描けた過去の絵、奇跡の1枚を超えるための発想法をご覧ください。練習してもぐるぐる同じところを回っているような気がして、成長できていないような気がするんだけど、ちょっと待って、それって実は違うんだよっていう自分の成長に対する気づきを得ていただける内容になっております。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。